世界文化遺産の合掌造りが並び、ノスタルジックな雰囲気とうまい料理、豊かな温泉、モダンな観光地が続々と新設され、自然豊かな地で育まれた食材を使用したうまい料理が並ぶ。山々の栄養をたっぷりと含んだ清涼な天然水と、その水で育った牧草を食べて育つ乳牛が作り出すアイスクリームや牛乳は絶品。アルプスの天然水を使った信州そばは至高。豊かな自然を見て食べる旅をお届けします。大阪からレンタカーで白川郷へ向かいます。平日出発なので高速料金は低下。豊中 IC から免震高速道路に乗り、滋賀の安名物の近江富士。夏は登山者、冬はスキーヤーが集まる米原の伊吹山を通って岐阜県へ。ここから東海北陸道を通って北へ向かいます。大阪から約4時間で白川郷に着きました。高速料金がめっちゃ高くて泣けます。余談ですが、白川郷は金沢から近いです。車で約1時間の距離のため、石川旅行のついででも日帰りで立ち寄ることができます。本日宿泊の由比の庄で荷物を預けておきます。最近は車上荒らしも多いので対策です。由比の庄の設備、サービス、客室は別動画にまとめています。由比の庄から車で5分の距離にある白川郷へ来ました。白川郷はマイカー規制があり、日中は自家用車では入れません。いくつか有料の駐車場がありますが、どこも混雑しており、少し離れた場所にある三田島駐車場へ停めます。駐車料金はどの駐車場でも1000円と高め、平日でもかなり混雑しています。合掌造りの建物が見えました。北の庄という食事と土産屋の料理です。白川郷デザインのマンホールが可愛い。約500メーターくらいマイカー規制エリアが続いています。喫茶店や飛騨限定のソフトクリームや飛騨の地酒などを販売する土産屋があります。白川郷は冬のライトアップイベントが有名ですが、秋の白川郷のすすきとのコラボが素敵です。人がかりのできているお店がありました。長年白川郷に住んでいる方が地元の食材を集めて作ったプリンを販売しており、かなり人気です。田畑と合掌造りの建物の組み合わせが美しい。馬屋の山奥から流れてくる天然水はとてもきれい。用水路の水は透き通っています。岐阜では錦鯉の養殖が盛んですが、ここにもいました。白川郷は1995年に世界文化遺産に登録されましたが、その中で国の重要文化財にも登録された家屋を見学できます。正面に見える和田屋です。和田屋は江戸期に名手や番所役人を務めており、白川郷の重要な現金収入であった伝承の取引によって栄えました。入館料は大人400円、小学生200円です。実は和田屋には現在も住人がいますが、生活スペース以外は公開されており、白川郷の歴史を知ることができます。小泉元総理大臣から旭日賞を授与されていました。広間と2階を見ていきましょう。広間には当時使用されていた食器や囲炉裏があります。当時はここで川魚を焼いて食べていたのでしょうね。2階は合掌造りの屋根部分です。ここでは当時の生活に使用していた器具などの紹介があります。窓からの景色が綺麗ですが、もっと綺麗に見える場所に行きます。城山展望台という白川郷を一望できる場所があります。徒歩でも行ける距離ですが、上りはしんどいのでシャトルバスを利用します。なお、シャトルバスの料金は2024年に改定され300円になっています。料金は後払い、現金のみの支払いです。シャトルバスは白川郷のバス乗り場と展望台を約5分で結んでいます。城山展望台にはお土産屋と展望台があります。奥に見えるのがお土産屋です。白川郷で作ったどぶろく羊羹やしそもなかなどが販売されています。こちらは展望台。テラスのような作りになっています。白川郷観光の雑誌の写真などに使われている場所です。
展望台よりも綺麗に見える場所があります。少し下った場所に人だかりができており、ここから見える景色の方が合掌造りが間近に見えます。秋はススキとのコラボが美しい。展望台からの帰りは徒歩で下りましたが楽でした。5分くらいで降りられるので、下りはシャトルバス不要かも。小川は温泉成分を含んでいそうな色をしています。この地域は火山が多いので硫黄でも入っているのかな。晩酌用のおつまみを買ってから宿へ戻ります。宿から徒歩5分の距離に道の駅がありました。飛騨や白川郷の名産品が並んでいます。飛騨リンゴを使用した酎ハイや白川郷の米を使ったビール、白川郷限定の日本酒もあります。雪だるまとっくりが可愛いです。全国の酒類コンクールで1位を取得したお酒です。特選漬物の赤かぶ漬け、決死豚の肥料を使って育てています。A5の飛騨牛を使用したプレミアムサラミ。チェックイン時間になったので客室へ。この宿には温泉がついており、晩ご飯までゆっくりです。白川郷の周辺には夕食できる場所が少ないです。日中は営業している店舗が多いですが、ご覧の通り夜は真っ暗。営業しているお店は少ないですが、非常にいいお店があります。飛騨牛を提供する焼肉屋天からです。親戚の老舗精肉業者からの買い付けのため、肉質はもちろん良心的な価格設定であり、人気が高い飛騨牛の料理指定店として登録されています。アットホームな感じでくつろげる焼肉屋です。白川郷産の決死豚、若鶏けいちゃんなどいろいろ注文しましたが、飛騨牛のもも肉が一番好みでした。脂身がきめ細かくしつこくない味わい。肉の味が濃くてうまい焼肉でした。今日は白川郷から軽井沢へ移動します。朝風呂に入って英気を養い、白川郷から軽井沢まで向かいます。約5時間の道のりです。土曜日なので高速料金は表示よりも安くなります。まずは高山経由で北アルプスを横断して松本へ。その後松本から軽井沢へ向かいます。山の天気は読めない。先ほどまで晴れていたと思ったら雨が降り、山を下るとまた晴れました。上高地への入り口らへんにある平湯温泉です。約500年の歴史があり、信長や武田信玄も訪れたらしい。私も何度も訪れています。上高地の看板が見えてきました。中部国立公園の敷地で北アルプスの絶景が最高な場所です。国賓も泊まる帝国ホテルが東京と大阪にありますが、実は上高地にもあります。上高地最寄りの電車の駅、新島島。もうすぐ松本ですね。松本から軽井沢まで約1時間半。奥妙義の別名で知られる高岩が見えてきました。臼井軽井沢 IC に到着。割引でも高速料金が高いです。まっすぐな道に街路樹が続く景色が軽井沢。何度か訪問していますが、独特の雰囲気があります。軽井沢といえば洋食とそば。昼はフェネステルラというイタリアンでいただきます。地元産の食材をたっぷり使った本格的な巻き玉で焼き上げるナポリピッツァやイタリアカンパニア州の伝統料理が有名です。人気店で開店時間に訪問しても案内終了になることもあります。本当に巻き釜がありますね。ピザはもちろんパスタやサラダもうまいと聞いています。店内はテーブル席が並び、奥の方にテラス席もあります。ランチコースを注文。うまいと聞いているサラダ、シャキシャキして新鮮です。軽井沢はやっぱり野菜がうまいです。巻き釜で焼いたピザ、釜で焼かないとこのムラのある焦げは作れない。とろとろのモッツァレラとパリッとした生地が最高です。信州牛のボロネーゼ、これが特にうまい。地産地消が素晴らしいレストランでした。
本日のお宿へ。軽井沢の問題は小道が細いところ、対向車が来ると離合がめんどくさいです。本日の宿泊先は2024年にリニューアルした万邸ホテル。個人的には何度も宿泊しているお気に入りの宿です。万邸ホテルの宿泊の詳細は別動画にまとめています。リニューアルして高級ホテルみたいな雰囲気。塩沢温泉からわざわざ源泉を運んできています。ああ、気持ちいい。晩ご飯は旧軽井沢でいただきます。旧軽井沢は観光客に人気のエリア。価格は少し高いが美味しい料理を提供しています。人気のお店は事前予約しないと入れません。我々も予約時間ぴったりでないと入れないと言われたので、店内でお酒の飲める酒屋で時間を潰します。日本全国の良いお酒を厳選しておいており、高級なお酒のラインナップもあります。夕食の食前酒をここでいただくことにします。せっかくなので長野っぽいお酒が飲みたいです。野沢温泉蒸留所の国産クラフトジンと駒ヶ根で作ったクラフトジンです。共に長野産の植物、果物を使用して作られています。長野産のお酒を気軽に飲めるいいお店です。晩ご飯のお店です。予約なしだと行列に並ぶ必要があります。店内は大繁盛。蕎麦屋ですがお目当ては新鮮な野菜。軽井沢の西東御市の朝どれ野菜、きのこの天ぷら盛り合わせ、季節野菜の揚げ出し。蕎麦屋に来て蕎麦を頼まない客です。サンマの蕎麦味噌ソテー。定番おすすめの鶏もも肉の炭火バラ塩焼き。ディナータイムのみのメニューです。おやすみなさい。日本で約140カ所しかないラウンドアバウト。2023年にできた軽井沢の新名所へ到着。短期大学の寮の跡地を鶴屋書店などの運営で有名な CCC がリノベーションして複合施設としてオープンしました。約 1.2 ヘクタールの敷地の中に書店や飲食店などが入っています。地面はおがくずが敷き詰められており、踏み心地がいいです。創業100年の蕎麦屋の味が味わえるお蕎麦。行列ができています。野菜店が乗った蕎麦がうまそう。こちらは低温燻製専門店軽井沢イブル。職人が16時間以上かけて作り出すお湯や出汁などが人気です。味見をして燻製仕上げ出汁を購入しました。軽井沢コモングラウンズの中核である軽井沢書店。食、アート、建築、デザインなど様々なジャンルの書籍が並び、蔵書数は約1万2000冊もあります。特に珍しいのが食に関する本の多さ。薬膳料理のようなマニアックな本から家飲みのおつまみなど使い勝手のいい本まで揃っています。魚の目利きからさばき方、火入れの仕方まで載っている本もあります。ここまで料理に関する本が充実している書店は少ないと思います。書店の中でカフェもできます。鶴屋書店スタイルですね。1988年に栃木県で開業した人気のカフェ、彫像カフェが長野県初でここに出店しました。南フランスのビオワインと長野ワインの販売を手掛ける瓶、ボトルの購入のほか量り売りのワインもあり、店舗のカウンター席で飲むことができます。私は車の運転があるのでノンアルビールを注文。妻がうまそうにワインを飲んでいます。スタッフから地元民向けのうまい居酒屋を教えてもらいました。遅い時間ですがなんとか予約できたので今晩伺います。その前に軽井沢の自然も満喫します。春にレテラスは大混雑。浅間牧場の 99.9% の牛乳アイスクリームと絞りたて牛乳を飲んで、地下水が白糸のように落下するのが美しい白糸の滝を見学します。まずは浅間牧場。絞りたて牛乳 99.9% アイスクリームが食べたい。アイスクリーム屋は3店舗ありますが、全部味が違うらしい。まずは浅間牧場茶屋。特のバニラソフトクリーム。
99.9% かわからないが、これは濃厚な感じ。動物広場がありました。うさぎ、餌をもらってもぐもぐしてます。角と毛皮の色が綺麗です。一別して振られました。こっちにもアイスクリームと牛乳があります。どっちが美味しいかな。人気っぽい店舗がありました。ジョッキー牛乳とアイスクリームがある。まずはソフトクリームから。こちらは特濃とは書いていませんでしたが、99.9% 牛乳のソフトクリームです。うまっ。絞りたての牛乳も美味しい。牛乳を提供してくれた牛がいるらしい。ちなみに浅間牧場のあるエリアは北軽井沢といって、長野県ではなく群馬県です。別の牧草地に牛がいるようです。この奥に牛が集まっていると伺いました。いました。先ほどの牧草地へ移動するようです。うまいアイスクリームと牛乳をありがとう。またね。浅間牧場から軽井沢の道中にある白糸の滝へ。有料道路区間にあるため、見学には通行料が必要です。白糸の滝は人気の観光スポット。駐車場は40台ありますが、常に混みます。夕方16時頃と遅い時間に訪問しましたが、混んでいました。一帯は観光地化されており、土産屋やトイレもあります。入り口から白糸の滝まで歩いて約3分と近いです。白糸の滝は浅間山の噴火活動によってできたとされる滝。その独特な形状から古くは信仰の対象とされてきました。高さ3メートル、幅70メートルの幅広の滝です。細い水の流れが岩肌から白糸のように流れ落ちる姿から、白糸の滝と名付けられました。滝のてっぺんが真っ平らであり、まるで人工の滝のようです。この綺麗な水が軽井沢の豊かな自然を支えていると思うと感慨深いです。一旦宿へ向かいますが、夕方の軽井沢は渋滞がすごい。車が全然進まないので、レンタサイクルなどで観光した方が時間効率がいいかもしれません。本日の宿泊先はコンフォートイン軽井沢。2024年7月にオープンしたチェーンのビジネスホテルです。秋の軽井沢はゴールデンウィークとお盆並みに人気。ホテルの空きが少ないため早めの予約が必要です。これから軽井沢コモンクラウンズで教えてもらった中軽井沢の居酒屋へ向かいます。お酒を飲む予定なので軽井沢駅から電車に乗ります。軽井沢駅は2つの電車が走っています。中軽井沢駅はしなの鉄道の駅です。電車は約30分に1本なので乗り過ごすと時間をロスします。一駅だけなのですぐに着きました。2013年にリニューアルされたようで綺麗です。ただし軽井沢駅と違って周辺に明かりは少ないです。この暗がりの中に居酒屋があるのだろうか、不安になってきました。ありました。炭火焼き鳥バードです。地元民っぽい雰囲気の方が多いです。炭火焼き鳥バードは少し変わった営業スタイル。日に音土曜は焼き鳥屋ですが、その他はビストロです。お通しがすでにうまそう。ツナのパテがあっさりしていてうまい。21時と遅い時間なので空いていますが、早い時間は予約が難しいらしい。高原キャベツのシーザーサラダ。温めたキャベツを使っています。普通のシーザーサラダよりもあっさりしていてうまい。焼きナスと生ハムのマリネ。オリーブオイルと焼きナスの香りがマッチしています。お店自慢のクラフトビール、軽井沢 Q というビール醸造所で作っています。キノコのポタージュ、マダラのフライ、オリジナルのタルタルソースとハーブが食欲をそそります。みんな大好きミートボール、かなり大粒で人気メニューだそうです。スモーキーキーマカレー、燻製の香りがする変わり種。本当は教えたくないレベルで美味しかったです。個人的にかなりお気に入りのお店でした。長野県で人気の栗菓子専門店へ。県内に12店舗を展開し、特に
秋の栗ご飯が有名です。帰宅後の晩ご飯用に購入します。帰宅後の映像ですが、栗が甘くて抜群にうまい出来たてを食べたかったです。続けて炭火焼き鳥バードで教えてもらったお店で朝ごはん。薪を使ってかまどで炊き上げる米や地場産の卵、信州白味噌仕立てのとろろ汁などがセットになった定食が人気。なお9時過ぎに訪問したところ、すでに2時間半待ちと言われ断念します。軽井沢での朝食は諦め、安曇野でそばを食べます。軽井沢から安曇野は約 100km。 街中から北アルプスの絶景が見える都市です。温泉ときれいな水を使ったそば、わさびなどが名物です。温泉は穂高温泉郷が有名。こちらは商売繁盛と交通安全のご利益がある穂高神社。安曇野の天然水を使用したそばが人気の一級庵。名物のわさびをそばの上に乗せたアルプスわさびそばが食べたい。アルプスの天然水が流れています。年間を通して12度の流水がそば打ちにぴったりだそうです。店内は全60席。昔ながらの蕎麦屋みたいな雰囲気です。スズメバチの巣のインテリアがあって驚きました。穂高神社の絵馬です。30分ほど並んで席に案内されました。いろいろメニューがありますが、アルプスわさびそばを注文。有名人の方も来ていたみたいです。ついつい大盛りを頼んでしまいましたが、とんでもない量です。低カロリーなのでどれだけ食べても罪悪感がないです。わさび漬けをそばつゆに混ぜて食べるのだそう。スルスルと喉を通過していくそばです。大盛りでしたが一瞬で平らげました。安曇野わさびを買って帰りたかったですが時間切れ。関西からレンタカーで軽井沢へ行きましたが、道中の観光地へ立ち寄りながら行くと運転疲れが少なくておすすめです。